俺の名前は伊野東司。突然だが、俺は人生の負け組だ。見た目は芋で不細工、性格はネクラ。先日43歳になったのだが、入社して20年以上ずっと平社員だ。負け組だと周りから見下され、バカにされるのはもう慣れた。周りの同期はみんな結婚して幸せな家庭を持っている。もしくは昇進してそれなりの社会的地位を確立している。一番仲がいい同期の春信は可愛い娘と美人な嫁と大きな家に住んでいる。その上、去年部長に昇進したばかりだ。コミュ力があり、常に笑顔、頭の回転が速くておまけにイケメン。俺とは正反対の春信がなんで俺なんかと仲良くしてくれているのかというと、だってこんなに深く映画の話ができるのはお前だけだし。そう、春信はかなりの映画オタクなのだ。俺も大学の頃は映画研究部に所属していて、春信に負けず劣らずの映画オタクだと自負している。そんな春信とここまで深い話ができるのは社内では俺一人。それに当時って話すと面白いやつだし、気が利くし優しいじゃん。一緒にいて楽しいよ。そんなこと言ってくれるのはお前だけだよ。いやいや、俺の奥さんもお前と一緒にいて楽しいって言ってるぞ。春信の奥さんであるかなえさんはかなりの美人で、春信とはお似合いの夫婦だ。だけど彼女も相当な映画オタクで、3人揃うとひたすら映画トークをしている。娘だってお前のこと好きだしな。覚えてるか？小さい頃、泣き癖がひどくてかなえが疲れ切っていた時、お前が娘を抱いたらピタリと泣き止んだだろう。俺とかなえが抱いても泣き止まなかったのに、あの頃お前が子育てを手伝ってくれたおかげでなんとか乗り切れたんだ。かなえさんは俺のことを命の恩人だと言っているらしく、この話題が出るたびに照れてしまう。パッとしない人生だけど、気の合う仲間がいるのはとても幸せなことだ。春信はこんな俺にも優しくしてくれるくらいなので、社内ではかなりの人気者だ。その中でも春信を尊敬してやまない人物がいる。有名大学を卒業し、20代にして係長に昇進した本原さんだ。彼はかなりのエリートで、出世コース間違いなしと言われている。明るい性格で、いつもたくさんの人たちに囲まれていて、この人も俺とは正反対な人だ。本原さんは春信と同じ大学出身で、入社当時からずっと春信を慕っていた。春信も年の離れた後輩を可愛がっているようだ。しかし本原さんは俺と春信の仲がいいのが気に入らないらしい。最近俺の上司になったのだが、仕事を邪魔したり意地悪したりするようになったのだ。俺もそれなりの人生経験を積んでいるので、本原さんのやることは可愛いレベルで受け流している。過去にはもっとひどい扱いを受けたこともあるしな。嫌がらせに全く効果がないと気づいた本原さんは、ある日俺を無理やり合コンに連れて行こうとした。上司命令なので断るなんて許しませんからね。はあ。家に帰っても映画を見るくらいしか予定がないし、合コンくらいなら別にいいかとうなずく。しかし本原さんは俺を引き立て役として使う予定だったらしく、こんな底辺のおじさんを連れてきてごめんね、などと冗談めかした調子で言って笑いを誘っていた。俺も空気に合わせてヘラヘラと笑うが、本原さんの言葉は冗談ではなく本気だと俺だけが分かった。女性陣や他の人たちには冗談として伝わっているようだが、まあみんなが楽しく過ごせているならそれでいいかと深く考えないようにする。俺ついこの前係長に昇進してさ。すごいじゃない。でこの人の上司になったってわけ。20歳近く年上のおじさんが部下とか超ウケるよね。しかも猪野さんってこんな調子で会社でもぼーっとしてるし、好きあらば俺をこき下ろす発言をしてくるので、少々げんなりしてしまうが。はは、申し訳ありません本原さん。まったく、もっとしっかりしてくださいよ。なんでこんな人と春信さんが仲いいんだ。後半のつぶやきは聞こえないふりをしつつ愛想笑いを浮かべる。こんな調子で合コンは進んでいき、そういえば猪野さんって何か趣味はあるんですか？気まぐれに女性陣から投げかけられた質問に俺はにっこりと笑顔で答えた。
映画鑑賞ですよ。映画鑑賞とか暗い趣味だな。この人一人で映画館行ったりするんだよ。友達いなくてかわいそうだよね。趣味をバカにされて少しイラッとしたが、それもすぐに書き消えた。映画がお好きなのですか？私もです。え、そうなんですか？意外にも俺の話に食いついてきた人がいる。この人は確か美濃あかりさんと言ったか。とある会社の社長令嬢で目を引く美人だ。そこから美濃さんと映画の話題で盛り上がる。彼女はかなりの映画好きなようで、春信やかなえさんと同じくらいのレベルだった。合コンということを忘れて二人で盛り上がっていたのだが、ねえねえあかりさん、そんなおじさんと話してないで俺とも喋ろうよ。すみません、今いいところなので。伊野さん、この前のリバイバル上映は見に行きました？美濃さんは本原さんが話しかけてもそっけない態度だ。イケメンで話し上手の本原さんがこの場で女性人気が一番高いのに、美濃さんはクールな態度で受け流す。やがて本原さんがイライラし始め、ついには美濃さんに怒り出してしまった。そんな底辺と話すなんて時間の無駄。あんた社長令嬢だろ。付き合う人間は選んだ方がいいぞ。酒も入っていたのだろう。俺以外には優しく温厚な本原さんとは思えないような言動だった。思わず俺もびっくりしてしまい、本原さんを見やる。酒と怒りで顔が赤く染まっていた。しかし美濃さんは、え？彼以外論外だけど。はあ？相変わらずのクールな態度で本原さんをぶった切ったのだ。というかあなた、先ほどの自分の発言を忘れたの？映画なんて暗い趣味だって言ってたじゃない。え？それはあなたが映画好きだとは知らなくて。私、他人の趣味をバカにする人とは話したくないの。だからあなたは論外よ。真正面から否定され、本原さんは涙目になってしまう。せっかく盛り上がっていた合コンの空気も一瞬で凍りついてしまった。俺は慌ててフォローを入れる。美濃さん、彼は素直じゃないんだよ。許してあげてよ。俺の発言に本原さんは勢いよく顔を上げる。お前みたいな底辺が偉そうに俺を語るなと言いたげな顔だ。だけど俺は苦笑いを浮かべてそれをする。実は彼も映画に興味があるそうだよ。この前有名シリーズ最新作の先行上映会があっただろ。ええ、チケットの倍率がかなり高くて見に行きたかったけど落選して行けなかったのよね。彼その先行上映会に当選したんだよ。主演俳優からサインをもらったんだって。本当ですか？美濃さんとの話題の中で彼女がそのシリーズにかなり思い入れがあることを知った。そして偶然本原さんがシリーズ最新作の先行上映会に参加していたのだ。これは春信から聞いたのだが、本原さんは映画好きというわけではないのに、このシリーズだけは毎回映画館へ行って見ているらしい。彼が小さい頃から続いている人気シリーズで、美濃さんと同様思い入れがあるようだ。それはたまたまチケットが当たって。美濃さんと本原さんは同じくらいの年齢だよね。彼は小さい頃からリアルタイムでこのシリーズを見続けていたそうだよ。なんでお前が知ってるんだと軽く睨まれたが、美濃さんがこの話題に即座に食いついてくれたおかげで睨まれる時間はごくわずかで済んだ。私もなんです。小さい頃にあの映画の第一作を見てとても衝撃を受けて、そこから映画好きになったんですよ。ああ、俺もそうです。映画好きにはなりませんでしたけど、あの映画の第一作がテレビ放映されていて、それでハマって。共通点が一つ見つかればあとは簡単だ。本原さんは話し上手の聞き上手なので、素直になればちゃんと話せる。先ほどまでのクールな態度から一変、美濃さんは本原さんと楽しそうに話をしている。本原さんも少し照れた様子で笑顔を見せていた。お役御免となった俺は、その後の合コンはずっと隅の席で酒を飲んだり料理を楽しんだりしていた。合コンが終わり、さて帰ろうかと店を後にする。しかし外に出た俺を本原さんが呼び止めた。伊野さん、何でしょうか？すみませんでした。え？よく聞こえなかったので聞き返すと、少し怒った様子で本原さんが俺に向かって謝罪とお礼を言ってきた。すみませんでしたって言ったんです。
あと今日のことはありがとうございました。俺何かされましたっけ？それとお礼言われるようなことをしましたか？そういう鈍感なところがイラッとするんですよ。元原さんがわざとらしくため息をつき、俺は頭をかく。今日俺はあなたを引き立て役に使うつもりで連れてきました。それについての謝罪です。ああ、それですか。別に気にしてませんよ。それに同じ映画好きの仲間じゃないですか。元原さんが眉を寄せる。俺は映画好きじゃないですよ。たまたまあのシリーズが好きなだけで。ミノーさんと付き合いたいなら映画好きにならないと。彼女相当な映画好きですよ。映画オタクの俺からの言葉に元原さんがぐっと声を詰まらせる。それにいいものですよ、映画って。きっと元原さんもハマりますよ。そうですかね。ええ、それに映画好きになればミノさんだけじゃなく、あなたが尊敬している春信と共通の話題が増えますし、いいこと尽くしじゃないですか。元原さんは少し考えた様子を見せてポケットからスマホを取り出した。プライベート用の連絡先教えてくれますか？で、俺でも楽しめる映画を教えてください。ええ、喜んで。今まで気の合わない上司だと思っていた。けれどこうして不器用ながら一生懸命な姿を見ると、なんだか応援したくなってしまう。彼が俺より20歳近く年下ということもあるからか。頑張る若者をおじさんのできる範囲で陰ながら応援しようと連絡先を交換しながら密かに誓った。その後、元原さんはミノーさんと晴れて交際開始。もともと真面目な彼は俺が教えた映画は全部目を通したらしい。忙しい合間を縫って一生懸命映画を見て、いつの間にか映画好きになったようだ。イノさんの言う通り、いいものですね、映画って。いつしか俺への嫌がらせもなくなり、職場では俺と春信を交えて3人で映画トークをするような仲になった。そして1年後、元原さんとミノーさんは順調に交際を続け、その年の暮れに入籍。結婚式は穏やかな春の日で、参列者は彼らの新しい門出を笑顔で祝福した。そんな幸せな場で、俺は元原さんに改めて謝罪された。今までのこと本当にすみませんでした。俺、猪野さんの優しさに甘えてました。だから言っただろう、こいつは優しくていいやつなんだって。なぜか春信が自慢げに言う。俺はその横で苦笑いをした。元原さんって本当に真面目ですね。いいんですよ、そのことはもう忘れて、これからは映画好きな仲間として改めて仲良くしていきましょう。落ち着いたら俺と奥さん、元原と奥さん、そして当時の5人で一緒に映画でも見に行くか。いや、そのメンツだと俺だけぼっちじゃん。夫婦2人組に挟まれてる独身40代とか絵面がかわいそうすぎる。俺が嘆きの声を上げると、春信と元原さんが笑い声を上げた。それにつられて俺も笑う。俺たちの楽しげな声は春の空にいつまでも響き渡っていた。